は、クレイチャンネルへようこそ。今日はですね、みんな大好きでっかいハンバーグを作りたいと思います。このメニューはですね、私がイギリスで働いてた時のもうお料理がとっても上手なボスがクリスマスの時におもてなしの料理として作ってくれてたのをいただいたんですけど、もうね、人生で一番美味しいハンバーグで感動したんですよ。でレシピを教えていただいて、動画にしたいですって言ったら、もうぜひみんなに広めてって言ってくれたので、今日は作ろうと思って、過去に何人かに手作りのハンバーグ、私が作ったやつを食べてもらったことがあるんですけど、もうみんな超美味しいって食べてくれます。今日はそのね、美味しいハンバーグをみんなにも作ってもらいたく披露しますね。もうだって美味しさはもう世界を救いますから。ちょっと始めます。Let's start it. So, okay, these are the ingredients for the hamburger steak. So, I'm gonna use a lot of ingredients today. So, I summarized them in the description box. So, please check it out there as well. And these are the ingredients for the sauce. I use Parmesan cheese, but you can use any cheese, whatever you like. それではまずはじめに玉ねぎと人参を切っていきましょう。So, first, finely chop half an onion. こんな感じのみじん切りにしました。So, okay, peel the skin first. So, okay, after peeling the carrot, please finely chop or grate them. はい、こんな感じで玉ねぎと人参をみじん切りにしました。で、次はこれを飴色になるまで炒めます。So, turn on the heat to medium and pour about 1 tablespoon of veggie oil. So, cook the vegetables slowly to caramelize. これぐらい。こんな感じになったら火を止めて、このバットに移して粗熱を取ります。はい、でこんな感じでバットに広げておいて、粗熱を取ってる間に、種を作りましょう。それでは次に、つなぎのパン粉と牛乳と卵をまとめてここにボウルに入れて準備しておきます。だいたい 20g ぐらいかな。でここに卵1つ入れます。牛乳も入れます。牛乳の量は具体的なグラムや cc よりかはパン粉がひたひたになるぐらい入れてください。これぐらい、こんな感じ。なんかフレンチトーストの焼く前みたいな感じ。これぐらいで OK でしょう。それでは次に、ひき肉をボウルに入れます。So, 500g of ground pork and chicken is preferable, but if you don't have it, you can use any ground meat you have at home. When I went to the supermarket, there were not many products, so I bought beef, pork, and chicken. そう、匂い消しのためにナツメグ酸を今から入れますね。So, ground nutmeg sold in supermarkets doesn't have a strong smell and deteriorates quickly. So, I wanna recommend that whole nutmeg is better. こんな感じで入れました。あとは味を整えるために塩と胡椒をちょっと振ります。
Excuse me, I have to apologize to you. I completely forgot to put the beef stock in at this time. If you forget it, it's still delicious, but it's even better if you put in it. So hope you don't forget it. でこれで混ぜていきます。でここにさっき用意してたつなぎのパン粉を入れます。こんな感じでちょっとしっかりこねて混ざったら、この種をだいたい20分から2時間ぐらい冷蔵庫で冷やしてあげます。冷蔵庫で冷やしてる間に、お肉の肉汁をこのパン粉たちが吸ってくれるので、寝かせておく作業はとっても大事です。なので冷蔵庫で今から寝かせます。So clean up the kitchen utensil while waiting and take a short break. はい、それでは2時間経ちました。それではこの種のハンバーグの種に粗熱を取った玉ねぎと人参を混ぜていきますね。こんな感じでしっかり野菜とお肉が混ざったら形を整えます。でっかいバーグなので大きい丸にします。真ん中は火が通りにくいので真ん中にくぼみをつけるような感じで形を整えてます。でこれを今からフライパンで焼きます。 So set to medium low heat. So pour over the olive oil twice. それじゃあフライパンに火が通ったので入れていきます。ちょっと形ここで崩れるけど、またフライパンの上で整えたらいいから。So this hamburger steak cooks for about 40 to 45 minutes in total. I know it takes longer, but it's gonna be delicious hamburger steak. So shake the fry pan back and forth occasionally to prevent the bottom of the hamburger steak from burning. お肉に火が通ってきたので、ここでトマト缶を入れます。丸ごと1個入れます。適量1かけぐらい、1回しぐらいウスターソースとあとケチャップもちょっと入れます。1回しぐらいで、なんか美味しくなる気がするから赤ワインもちょっとだけ入れて、こんな感じで混ぜます。あと味の素のコンソメを、このホール缶さっき使った中にお湯を大さじ2ぐらいで溶いてこの中に入れてます。So stir again and cook on a medium-low heat. いい感じに煮詰まっております。このハンバーグを作りながら絶対ね焦がすんですよ。1回か2回ぐらいは加減がわからないから慣れてなくて。でも心配しないで OK。 焦げてもねこのハンバーグは美味しいです。実証済みです。
半分以上ソースが煮詰まってきたので、ちょっと味見してみますね。お塩かな。So feel free to adjust the amount of condiments to your liking. はい、だいたいハンバーグを煮詰めて45分ぐらい経ちました。もういい感じやね。見えます？ここの真ん中にたくさん肉汁が集まってるの。これがたくさん集まってこの肉汁が出てたらもう十分中に火がついてるよってことになるので、これでハンバーグ完成です。ソースも結構煮詰まってサラサラしてたのがもったりしてる感じです。オッケーオッケー。これじゃ最後に仕上げにパルメザンチーズをもうこれでもかってぐらいめっちゃかけます。はい、その後に彩りを出すためにパセリを振りましょう。じゃーん、できました。でっかいバーグ完成です。あー、美味しそう。今日はねこのハンバーグをねいつも食べてくれる安定のメンバーに食べてもらおうと思います。ハンバーグを作ったのを食べてくれるのはなおことキースが来てくれました。ありがとうございます。もうねちょっとね楽しく飲んでる途中なんですけど、ちょっと食べてもらおうと思います。はい、いただきますいただきます。なおことキースお願いします。じゃあ私から食べたいよ。はい、どうぞ。私はアスカのハンバーグをずっと待ってたんです。ね。いただきはい、お願いします。どんな味かをちょっと教えていただけたら嬉しいです。どんな感じ？ます。ジューシーだけどあっさり。あっさりしてる？肉の味ががっつり。ありがとうしてる？やったナツメグをちょっとだけ入れたの、それちょっと感じたりしますか？すごい本格的なハンバーグの味がするのはそれかな？そういうことだと思います。そんなにハードル上げたら美味しくないよ。いただきます。食べてごらん。お願いします。ぜひ大きい一口を先生。味わってる。もうちょっと待って。ちょっと待って。まだわからないから。早送りする。もう一口。もう一口ね。もう一口いいよ。ゆっくり食べて。ちょっとトマトソース私も食べてる。食べておく。いいよ。前もねここにやっちゃんがいます。やっちゃんが映ってくれてるかわかるね。やっちゃん来てくれる。はい。よいしょ。うまい。美味しい。美味しい？ありがとう。ジューシーさとこの肉の塊というか、肉々しい感じと、肉々しいね。あとこの焼きと煮込みの間みたいな感じが最高です。確かに45分くらい煮込みます。これ。そんなに煮込む45分くらい。すごい。愛情。煮込みだね。煮込みだよ。そんぐらい。いやでも本当美味しい。そのぐらいなんか弾力があって。ありがとうございます。煮込みって完全に崩れるやん。煮込み崩れるね。かも。いやソースとそのハンバーグの相性がちょうどいい気がする。ソースもそこまでこってりじゃないじゃない？そうさっぱりめにしました。だからくどくない。人参が入ってるハンバーグでこれが一番美味しいかもしれない。人参入ってるのさあ私あんま苦手だったんだけど。いいよ。これは初耳だけど。初耳でした。私のご飯で初耳いただきました。よし、ありがとう。もういつも完璧なコメントをいただいて私は幸せです。じゃあ引き続き美味しいご飯また食べていってね。食べます。ありがとうございます。じゃあ皆さんごちそうさまです。来週もまた見てね。バイバイ。バイバイ。